はい、皆さんこんにちは、まゆです。このチャンネルでは、日本人の私が自然な日本語で、そして自然なスピードで友達と話すような感覚でね、お話をしています。なので、リラックスしてぜひ聞いてください。で、今日はお悩みを解決する動画です。お悩み。つまり困っていることですね。だから皆さん、こんな風に困っていることはないですか？日本人との会話がなんだか盛り上がらない。うん。楽しかった出来事を友達と話したい。でも、教科書通りに話すと、なんだか丁寧すぎる気がする。どうしたらいいんだろうみたいな感じですね。こういうお悩み。やっぱ第二言語を学んでるとありますよね。なんか自然な、どこまで砕けた日本語にしたらいいのかなとか、あと、なんでこんなにちゃんと日本語を一生懸命覚えているのに、その状況とか気持ちが楽しかったとか悲しかったしか出てこないんだろうみたいなね、ありますよね。そう。で、こんな困りごとをスッと解決してくれる日本語があるんです。それがオノマトペですね。でね、前回オノマトペをしりとりで覚えようっていう動画を出したら、すごく好評でした。見てくれた皆さん、どうもありがとうございます。嬉しいです。で、じゃあせっかくだったら、もうちょっとオノマトペを紹介する動画を作ろうかなって思ったんだけど、その前に、そもそもオノマトペってそんなに大事なのって思ってる人いないかな？いるんじゃないかなと思ったの。教科書にそんなにたくさん載ってないし、載ってたとしても、ちなみにこういう風に言うよみたいな、コラムみたいな感じで紹介されてるだけだよっていう声もちょっと聞いたんですね。でも、それはね、ダメなの。ダメなんです。日本語をね、しかも自然な日本語を理解していく上で、本当にすごく大事だっていうことをまず伝えたいなと思ったの。だから今日はみんながオノマトペを学ばなきゃいけない理由、学んだ方がいいよじゃなくて、学ばなきゃいけない理由を3つ紹介します。オノマトペを絶対に学んだ方がいい理由1つ目。それは、イメージが伝わるからなの。そう、イメージね。で、これは、その時の、気持ちとか、あと、出来事、ね、起こったこと、すべてのイメージです。じゃあさ、今から2つの日本語を読み上げるから聞いててね。どっちの方が、より話のイメージが膨らんだか、あと、楽しそうなコミュニケーションになってるか、友達とね、話すような感じで、ちょっと聞いててね。いくよ。ある日、かっこいい人とか、可愛い人に出会ったっていうエピソードを話すとします。で、一つ目。思わずその人を見てたの。そしたら、目があって、笑ってくれたの。もうときめいちゃった。で、しばらくずっとその気持ちが続いてた。うん。別にさ、悪くないですよね。あ、そうなんだねって聞く感じだね。じゃあ次行くよ。思わずその人のことをぼーっと見てたの。そしたら、パチって目があって、ニコって笑ってくれたの。もうさ、ズキュンってときめいて、もうしばらくずっとドキドキしてた。どうですか？なんか、二つ目の私、楽しそうですよね。そう、楽しそうなの。ね、これがオノマトペの力なんです。で、とにかく、その音とか、あと表情から
イメージが湧きやすいんだよね。もしね、みんなが今、全く日本語を理解できない状況だったとしても、なんだか二つ目の方が、この人楽しそうだなとか、ああ、嬉しそうだなって思いませんでしたか？なんとなく言ってることがわかるというかね、ジェスチャーみたいなものかな。すごく伝わりやすいと思うんです。で、これはオノマトペの音の力があるんですね。うん。音です。で、日本語って、音のさ、高い低いがあんまりないよね。そう、ないと思うの。すごく単調でしょ？例えば、英語だったらさ、あんま上手じゃないけど、Hello に対してさ、日本語は、こんにちは、だし、お疲れ様です。だよね。もうすごい平らじゃん？すごい単調でしょ？でもね、オノマトペが入ると、これが変わるんですよ。これも聞いてみてね。今日はもう疲れた。うん。今日はもう疲れた。ね。これが、オノマトペを使うと、今日はもうヘトヘトになるの。もう今日はヘトヘト。ね。なんか息遣いとかさ、あと、このイントネーションもさ、日本語にしてはすごくある方だと思うのね、オノマトペって。だから、こんな風に日本語の中で、唯一と言えると思う。音の高い低いによって感情を込めやすいの。ね。だから本当に便利なんだよね。シャイな日本人ですら、オノマトペを使うと、ちょっと感情豊かになっちゃうんです。これが、コミュニケーションの魔法と私が思ってる部分ですね。はい。で、次ですね。オノマトペを学ぶべき二つ目の理由。それは、日本のコンテンツ。映画とか、漫画とか、あと音楽を今よりもう100倍楽しめるようになると思うからです。ね。で、皆さんの中には、日本の漫画や映画、あと好きなアーティストとか、いろんなコンテンツを分かるようになりたいから日本語を学んでいるっていう方もたくさんいると思います。ね、外国語を学ぶ理由ってそういうのありますよね。だからコミュニケーションだけじゃないと思うんですね。で、好きなものをもっと分かるようになりたいし、好きなこと、好きな人、それをもっと深くね、深く理解したい。そんな理由も、とっても素敵ですよね。うん、そう思います。で、私の周りにも、韓国アイドルが好きだから、韓国語を学んでいるっていうことが、英語のね、洋楽のアーティストが好きだから、英語を学んでる。そんな子がね、たくさんいます。うん、すごい立派ないい理由ですよね。じゃあ、どうしてオノマトペを理解すると、日本のコンテンツがもっとね、100倍もそう楽しめるようになるのかっていうと、また、じゃあここでいい例を挙げますね。これぜひ紹介したい。そう。今ね、一番日本でバズっている。バズってるっていうのは、流行してる曲。一番よく聞かれてる曲。みんな知ってる？うん。日本文化に詳しい方はね、知ってるかもしれないね。そう。ミルクっていう、男性のね、5人組ユニットの好きすぎて滅っていう曲です。好きすぎて滅。ね。これね、すごい流行ってるんですよ。もう子供も歌うし、あと TikTok とかね、ああいうショート動画とかでもすごい使われてます。で、YouTube でも多分そろそろ1億再生とかいくと思うんですね。本当にヒットしています。で、この曲がね、まさにそのオノマトペがあったから
ヒットしてるんですよ。で、概要欄にリンクを貼っておきます。だから、この後の説明を聞いて、オノマトペの魔法の力をね、理解してからぜひ聞いてみてください。もう一回聞いたらね、結構耳から離れない曲です。この曲は、こんなフレーズで始まるの。で、ちょっと恥ずかしいんだけど、やるね。この、マジギュンギュンギュン、好きすぎて滅って言います。恥ずかしい。ね、マジギュンギュンギュン、好きすぎて滅です。で、ダンスもね、こうやってついてます。そう。で、これって別にね、なんか慣れ親しんだフレーズじゃないの。むしろ日本人にとっても初めて聞くフレーズだったんだよね。なのに、たった一回聞いただけで、子供から大人まで、なんとなく、この歌が言いたいことのイメージがね、パンって思い浮かぶんですよ。そう。曲の意味も分かっちゃう。で、たった一回聞いただけで、耳に残ってね、歌えちゃうんですよね。だからこのギュンギュンギュンっていうオノマトペがすごくいいんですよ。これは日本人のね、好きっていう感情に関するたくさんの意味を含んでるんですね。うん。だからまずね、恋とか、あと好きなアイドルとかにときめいた時に使うキュンキュンするっていうオノマトペがあります。これにまず似てますよね。キュンキュンする。それから、あと、悲しい時ですね。切ない時もそうです。そういう時に胸がギュッとなる。心がギュッと締め付けられる。こんな風に表現することもあります。これにもギュンは似てますよね。ギュンギュンギュン。だから、一発でときめきから切なさまでイメージできるんです。それから歌だけではなくて漫画もそうですよね。日本の漫画がこれほど日本の文化として定着していること。これはオノマトペの力があります。アニメでは実際の音を聞くことができるけど、紙の漫画では文字と絵だけで伝えなければいけないですよね。だから、紙の漫画の中には、セリフ、つまり話している言葉以外の背景や風景、そして絵の中にカタカナで様々なオノマトペが描かれているはずです。日本を代表する世界で一番売れている漫画、ワンピースを見てみましょう。何かが登場した時には、ズドンとか、主人公がかっこいい決め台詞を言ったり、登場するときは、ドドン。この辺はイメージしやすいですよね。でも、次に紹介するのは、まさにオノマトペなしでは、この良さが伝わりきらないシーンです。これ。ルフィが帽子をもらうシーンですね。帽子をかぶされているシーンです。パサッというオノマトペが目立つ位置にリラックスした字体でとても印象的に描かれていますよね。うん。力を入れずにふんわりと帽子を置いたような静かでなんだか優しい様子が伝わってくるんですね。もしこれがバサッとかズボだと全く違うシーンになっていると思います。バサッ。これだとなんだか力強いからそこにある優しい雰囲気とか静かな雰囲気は伝わってこないんですね。パサッ。だから通じるんです。こんな風にあなたが大好きな日本のコンテンツの理解が今までよりも何倍も何百枚も
深く楽しめる、味わえるようになります。こんな風にオノマトペを学ぼうと思ったら、漫画、ね、もしかしたら日本の漫画を読むのが一番効果的かもしれません。今はAI があるからね。だからイメージできないな。これどんな意味なんだろうって思ったら、簡単にね、調べることもできるので、ぜひ日本の漫画もね、読みながらオノマトペを覚えていってもらえたらいいかなと思います。さて、オノマトペを覚えるべき3つの理由。最後の理由は、とにかく覚えやすいからです。いきますよ。どちらが言葉として覚えやすいですか？ドキドキした。心臓が高鳴った。イライラする。腹が立って不快に感じている。もやもやする。悩みや不安があって心が晴れ晴れとしない。どうですか？どう考えてもオノマトペの方がすっごく覚えやすいですよね。私たち日本人にとってもこのオノマトペを正しい教科書通りの日本語に直す方が難しいくらいです。それくらい必須の日常語なんですね。スラングと呼べるほど砕けたものではないんです。これらの言葉は下品ではないし、若い子の言葉でもありません。もうすべての日本人が使う自然な日本語と言えると思います。だから自信を持ってどんどん使ってみてください。オノマトペは教科書の扱いよりも日本でずっとメジャーなものですよ。とはいえ、なかなか例文が載っていないので、実際に使うのは間違っていたらどうしようと勇気がいりますよね。だから、オノマトペを覚えて練習するコツについて最後簡単に説明してこの動画はおしまいにしますね。さて、どんどん練習していく上でのコツです。これは2つあります。1つ目は話そうと思っている文章にただ付け加えるだけでいいということです。ここで最初の例文を思い出してみてください。基本の文章はこれでしたね。目があってときめいた。その気持ちがずっと続いていた。これに付け加えるだけでいいです。何も削らなくていいし、置き換えなくていいです。単語を置き換える必要はないということです。だから、パチッと目があって、キュンってときめいた。ドキドキドキっていう気持ちがずっと続いていた。こんな風に、とてもとか本当にみたいに強調する言葉。だから文法的に言うと、修飾語のように入れるだけでいいです。パチッと、キュンってみたいにオノマトペの後に何々と何々ってとつければ大体大丈夫です。自転車が止まった。自転車がキキーッと止まった。こんな感じですね。そして2つ目に多少間違っていても大丈夫ということです。先ほどのギュンギュンギュン好きすぎて滅でも解説したように元々の表現にキュンが正解とかギュンが合ってるとかそういうものはないんですよね。自転車が止まる時の表現にしてもキキなのかギーなのかギャッでもどれでも勢いよく止まる様子っていうのは伝わりますよね。正解はないんです。だからもし漫画などであなたが覚えたらどんどん多少間違ってもいいからっていう気持ちで使ってみてください。日本人のコメディアンとか
面白い人の話をぜひよく聞いてみてください。彼らは自分の話をね、面白くするテクニックとしてオノマトペを使ってると思います。さあ、ここまでね、ざーっと説明してきましたが、オノマトペがどれだけ大切かみんなに伝わりましたでしょうか？ね、ヘトヘトになっていないですか？自然な日本語を理解するには、そして日本のコンテンツを今より100倍楽しむために、ぜひオノマトペを攻略してみてくださいね。皆さんの理解に役立つような動画をこれからも配信していきたいなと思っています。それでは、この動画がいいなと思ったら、いいねとチャンネル登録をお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。またね。